ナマスカール。こちらのチャンネルではインドを安全できれいに楽しく過ごそうをテーマにインドについて発信していきたいと思っています。今回は個人的に大好きなハートになりますダスッカールハートをご紹介します。こちらは月に一度11日間開催される工芸市で、農村や地方の女性、職人を支援するための NGO 主催のフェアトレード市場となっています。こちら毎回テーマが決まっていて、テーマに沿った出展者が出ています。開催テーマや開催期間はインスタグラムなどに載っているので、こちらを参考にされていかれるといいと思います。でまたインスタグラムでどんなものが出展しているかというものを結構載せてくれているので、行く前に目星をつけていくのもおすすめです。同じ出展者ももちろんいるのですが、結構毎回出展者が変わるので何度行っても楽しいハートです。陶器、アクセサリー、洋服、食品、フレグランス、スパイスなどなど結構いろんな種類が売っているので、男性、女性、お子さん問わず結構楽しめると思います。またダンスショーやワークショップもよくやっているので、こういう体験ができるのもいいなと思います。それでは中に入ってみましょう。車で来るとこんな感じのゲートをくぐります。こちらが入り口で、中に入って左にチケット売り場があります。入場料40ルピーだったと思います。現金、カードが使えます。この11日間の期間外も実は中に入れて、常設のお店も意外とあるので、日にちが合わなくても行ってみても楽しいかもしれないです。ちなみに期間外は入場料タダとなってます。お店が三重になってある感じです。ここ入ってすぐのところです。テーマによって飾り付けが変わっていて、毎回見るのが楽しみです。ここは常設のお店だったと思います。家具も売っています。食器が結構2箇所ぐらいよく出ているので、結構物量もあるので食器見るのも楽しいです。ここは初めて見たのですが、ガラス細工のお店で、これもインスタで発信しているのを見て、可愛いから絶対にここの店は寄ろうと思って目星をつけてました。こちらも常設のお店ですね。ここ結構カラフルで可愛いです。お店はリネン系が多い印象です。手刺繍のクッションカバー、ラグ、大きいものだとソファーカバー、ベッドカバー、あと洋服やサリーなどもたくさん売っています。インドの地域によって全然違う特徴があるので、自分の好みのものがきっと見つかると思います。スパイスのお店も結構あります。インドって本当カラフルなものが多いので、お土産にもいいと思います。アロマオイルとかドライフルーツとかいろいろ売っています。インドは藍染め、インド語が有名なので、こういう染めの洋服は多く売っています。ここはオイル屋さんですね。絞りたての油を量り売りしています。私もこういうところで油をよく買います。こちらのお店もインスタグラムで事前に見て可愛いと思い、目星をつけていったお店の一つです。すごく可愛くて、お値段も手頃でいろいろ購入しました。この店主は全然積極的な接客をしてこないので、すごくゆっくり見られてよかったです。このお店も初めて見たのですが、どれも可愛くて、このお店でもいろいろ買いました。どれもカラフルで見ていて楽しいです。全部手作りなので温かみもあって、とてもいいお店でした。売り子さんがずっと編み物をしていて、その姿も可愛かったです。
the products that we make are all detachable. Okay. So you can just wear one piece at a time and you can keep adding more pieces Okay. to make it dressier. このお店も初めて見たのですが、こちらもインスタグラムで見て目星をつけていきました。ちょっと詳細忘れちゃったのですが、廃材を使ってゼロウェイストみたいな感じだったと思います。ピースを重ね合わせて気分によってボリュームを変えられる仕様で、デザイナーさん自ら説明してくださいました。こちらがお会計のスペースで6箇所ぐらいあるのかな。ちょこちょこあります。お店で買うものを決めると伝票をくれるので、それを持ってこちらに来て現金またはカードで支払います。そのレシートを持ってお店に戻ると商品を渡してくれるという感じです。複数店舗をまとめて払っても大丈夫です。この際も計算間違い普通にあるので、ちゃんと事前に合計確認してからレジに向かいましょう。ちなみにこれ最後ゲート出るときに持ち物チェックでレシートも必要になるので、最後までレシートを捨てないようにしましょう。この日は空いていたのですが、普段結構人が多くて、これだけお店があってもどのお店にもお客さんがいて、みんなそれぞれ目的のものを探しに来ている印象で、その光景も見ていてとても楽しいです。ここはラグのお店です。積極的な接客です。出店者の方はインド全土から来ていて、車で何日かかけて来る方もいるそうです。いろんなハートに行くと必ず絵のお店が何店舗かあります。子孫繁栄的な意味合いの絵もありますし、宗教画で日本人にはおどろおどろしく感じるようなものからポップなものまであるので、興味のある方は見せてもらうといいと思います。こちらはインドに伝わる昔話的なものでしょうか。絵を見ながら物語を説明してくれました。本当いろんなものが売っていて、ブラブラしているだけでもとても楽しいです。お腹が空いたり喉が渇いたら、こちらのフードコートで飲食することも可能です。お手洗いですが結構綺麗でした。トイレットペーパーはなかったので持参が必要です。以上、ラスッカールハートの紹介でした。とてもおすすめのハートです。個人的にはデリハートとかよりもこちらが好きです。入場料も安いし、個性的なものも多いし、何より支援になるのもいいなと思います。あとコンパクトで屋外ですが日陰になっている部分も多いので、真夏もちょっと回りやすいかなと思います。もろもろの点からラスッカールハート、時間があるとちょっと行きたくなるような楽しいハートなので、ぜひデリーに来た際にはお立ち寄りください。注意点としては、ゲートを出ると物乞いの子たちが待ち構えています。とっても粘り強いです。で、あと私は危険な目にあったりそんな雰囲気も感じたことないですが、
スリに注意というポップを見たので、スリもいるようなのでリュックではなく自分の身の前に持ってこれるようなカバン等でいきましょう。この動画が面白かった、参考になった方はグッドボタンを、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。